秘伝の作り方をお教えしますので、ぜひ、ご参考にしてもらいたいと思います。皆さんこんにちは。ため県3代目、茂木宏です。今日は、皆様がよく、ご家庭で作っている、ナポリタン、皆さんよく作っていると思いますけれども、その作り方を、私流のとっても美味しい作り方を皆様に、秘伝の作り方をお教えしますので、ぜひ、ご参考にしてもらいたいと思いますので、ぜひ、ご覧になってください。では早速作っていきたいと思います。で、今日は半分の量を使っていきます。で、スライスしますんでほぐしていきたいんですよね。スライスした時にほぐしていきたいんで、この芯はね、こう取ります。こうね、包丁に力入れちゃうと手を切っちゃうんですよ。ですから素材に力を入れる、素材を包丁に近づけていくと手を切らないんで、包丁に近づけていってください。そうするときれいに取れます。そしてこのような状態にします。そしていろいろ切り方、押し切り、引き切りとかありますけれども、もうスライスの場合はもう包丁をただ落とせばこう切れていきます。もう切れる包丁であればね、ただ包丁を落としていけばもう切れていきますので、だいたい5ミリの幅ぐらいでこう切っていきます。で、だんだんこう細くなっていきますんで、今度切りづらくなっていきますんで、そしたら向きを変えます。こう高くなってますから、今度向きを変えてこう低くするんですよね。そう低くするとね、今度低くすることによってまた切りやすくなりますんでね、最後まできれいに切れると思います。ほら、最後まできれいに切れます。そうするとこの5ミリ幅の厚さで切れると思います。そしてピーマンですね。僕は包丁でこう芯を取っちゃうんで、もう中心をこの包丁でこう刺すような感じで、あんまりね包丁に力入れちゃうと手を切っちゃう場合があるんで、もう素材をこう近づけていく感じで、こう素材を近づけていくと、包丁を近づけちゃうと力が入っちゃうんで、素材を近づけていってもらうと手を切らないで済みます。で、ちょっとこう少しこう素材を回してもらってね、中の種とかをこう出してもらって、で今回はねちょっと輪切りにしていきたいんで、このような切り方をしてます。で、こう包丁でこうきれいに中を種を取っていきます。輪切りにしていきます。ちょっと種残ってますけど、このぐらいの種だったらね大丈夫ですけど、だいたい5ミリぐらいの幅で切っていきます。彩りで今回赤ピーマン使います。パプリカはピーマンじゃないです。パプリカはナス科なんでナスなんですが、赤ピーマン使わせていただきます。これも先ほどと同じようにこう素材に力入れてね切っていきます。これなんかよく手でねこう押すとかって、こう手で押した方が早いってよく言いますけどね、こう手で押してもねこう簡単にえぐってねこう手で取っちゃうのも簡単なやり方ありますけど、包丁がダメだったら手でこう押してもらって中を取っちゃうっていうやり方もありますからね。種がちょっとありましたけど、
これで切り物はあともう一つマッシュルーム、野菜はあとマッシュルームですね。マッシュルームは缶詰でも結構なんですけども、マッシュルームは普通にスライス、これはちょっとブラウンのマッシュルーム使ってちょっと大きめですけども、これも普通にスライスしていきます。あとはもうこうマッシュルームは簡単に切れます。はい、もう定番ですね。やっぱりウインナー、やっぱり家庭料理ですから、やっぱりもうウインナー結構常備野菜として常備食材としてはもうウインナー置いてある家庭が多いと思うんで、ちょっとウインナー、やはりナポリタンといえばウインナーですが、今回もウインナーを使わせていただきたいと思います。ウインナーはね、もうね、斜めにもうこう切って、やっぱりナポリタンといえばやっぱりウインナーですよね。やっぱり小さい頃から私もウインナーで育ちましたから、もう普通斜めに、切り方はね50に切っていただければいいんですけど、ちょっと斜めにちょっと大きめに切らせていただきます。もう切り物はもうこれだけです。定番の多分ご家庭で皆さんがやっているナポリタンの材料だと思うんですけれども、これから調理していく上で一手間二手間調味料を使って、レストランの味していきたいと思うんで、ぜひご覧になっていただきたいと思います。では、食材を炒めていきたいと思います。でその前に、パスタを茹でておきたいと思います。スパゲッティーニ 1.9 ミリのスパゲッティーニを今日は使いますので、だいたいアルデンテでだいたい9分ぐらい茹でたいので、ちょうど炒め終わる時間帯と、パスタが茹で上がる時間がちょうどジャストなタイミングなんで、茹でながら炒めていって、ちょうど茹で上がった時に合わせて完成という感じにしたいと思います。1リッターに対して、10g のお塩を入れて、そしてパスタ入れていきます。こちら横型なんで横に入れていきます。オリーブオイルじゃなくバターで炒めていきたいと思います。バター大さじ1入れます。まずね、玉ねぎから炒めていきたいと思います。火はね中火ぐらいですね。まず中火でね、まず玉ねぎ炒めていきます。しんなりするまで炒めていきたいと思います。でパスタもね、こうお隣で見ながら沸騰しちゃいますんでね、中火に火を落としてたりしてだんだん沸いてきますんでね、で焦げないように炒めていきます。で玉ねぎの甘みを出していきますね。で決して焦がさないようにね、揚げて落とすね。これは普段やってる仕事なんでね、フライパンを落としてあげるだけなんですけどね、こう炒めていってバターの香りと玉ねぎの甘みをだんだんいい色になってきましたね。少しきれいに焼けてきましたんで、ここにウインナー、ウインナーは一回加熱されてるんでね、ウインナーも絡めていって、あとピーマン、もうこの辺はね、もうどんどん入れていきましょう。これ別にフライパンをこうやって振らなくても大丈夫ですからね。
普通にこうお箸でね菜箸でこうやっていただければ。こうだいたい今火中火でございます。そしてマッシュルーム結構具だくさんですね。でマッシュルームもね入れるとだんだん形がねこうヘラで菜箸でもこう強くやると潰れちゃうんでね、優しくこうフライパンをこう振っていきましょう。まあこう家庭だとこうですかね。こんな感じでこう炒めてもらって、だんだんこう炒まっていったらなければいいんですけれども、やっぱりよりプロの味に仕上げるにはやはりちょっと飲み残しの白ワインとかちょっと料理酒でもいいんですけど、日本酒でもいいんですけど、やはり洋食なんで白ワインの香りっていうのは少し大事なんで、ちょっと白ワインをこうかけてもらうとまた香りが増して美味しくなります。なければないで料理酒日本酒でも大丈夫ですね。ちょっとお酒の香りがあると、でもお酒の香りを入れてもアルコール分は飛んでしまうので、風味がちょっと香るぐらいでアルコール分は飛んでしまうので、お子様にも平気だと思います。ここで皆さんケチャップ入れちゃうんですよ。ケチャップ入れちゃうと酸味が強くなっちゃう。登場するのがトマトペースト。このトマトペースト、トマトのケチャップの一番初期の段階でトマトを一番煮詰めた状態、このトマトペーストを入れることによってより一層プロの味に近づきます。このトマトペーストがこうあると一段と美味しくなります。このトマトペーストは酸味があんまりないんですよ。ですからこのトマトの風味があってトマトのコクもあるんだけど酸味が少ないんでトマトペーストを入れます。でこれ絡めていきます。その後に初めてケチャップを味を整えるためにケチャップを入れます。だからトマトペーストがメインで、トマトペースト大体7割ぐらい入れてケチャップが3割ぐらい。これでこちらでも茹で上がったパスタがありますね。でパスタをここに直接入れていきます。はい、そして絡めていきます。火をつけないとね、フライパンから離れないんで、食材がこう火つけていくとこうフライパンがこう触れますんでね、こうだんだんこう絡めていきます。でね、これでまたお好みがね、やっぱりナポリタンもね結構ねドロッとしてる、ドロッとかトロッとしてるナポリタン好きな方もいるし、サラッとしてるっていう、こういうなんていうんですかね、こうサラッとしてるナポリタンの方もいますんで、それはお好みなんですけれども、このぐらいの感じの、見て
画像を見ていらっしゃる方もこのぐらいの、あとこうつゆ入れてね、もう少しもっとしっとり、照りが出てもっとまた照りが出ていい色になって、もう少しもっともうとろみが欲しければまたとろみというかもう少し粘りが欲しければまたペーストをこうちょっと入れてもらうとその時にね、このペースト入れる時になかなかこう混ぜづらいんでね、先ほどみたいにこの茹で汁を入れてもらうとまたこうでもこれでね大体完成なんですけれども、ここからまた一手間あるんですよ。ここからもっと小さいお子様がねいる場合はここにねお砂糖をね、もう小学生とか幼稚園の方のお子様がいる お母様方にはちょっとねやっぱりトマトの酸味がちょっと苦手な方はこうお砂糖を入れてね、お砂糖を入れてちょっと酸味を控えたりこうしてちょっと優しい味に持っていくっていうやり方もあります。お砂糖を入れて、旦那様用にはこうマスタードです。洋辛子、こう洋辛子を入れて、こう洋辛子入れます。こう洋辛子入れると一段とこうトマトの味が引き立ってピリッとした相性いいんですよ。トマトとからし入れてることによってまたそのお酒のお供に合うようなちょっとパンチが効いたというかちょっとナポリタンになるっていう、こういう食べ方もあるというのをぜひ覚えておいていただきたいと思います。じゃあ盛り付けていきたいと思います。さあ最後にパルメザンチーズをかけて、はい、洋食屋風ナポリタンの完成です。いただきます。やっぱり美味しいですね。普通のナポリタンとは全然違います。もう自分で作ってからいいわけじゃないけどプロの味です。プロだったっていうのは嘘で本当に美味しいんでぜひ作ってください。